この子の名前はミオと言います。このミオに好きな女の子ができて、かわいい3羽の赤ちゃんが誕生しました。みんな元気です。ママは子供たちを優しく大切に育ててくれています。もちろんミオパパも子育てしてくれています。7日遅れて孵化した一番下の子には特に気を使ってくれています。こうして大切に育てられた子供たちは順調に大きくなっていきました。下の子の毛が生えてきた時にお家の掃除をしました。怖がらしてしまってごめんね。ミオパパとママも新しいお家に来てくれました。ママは少し警戒していたけどすぐに慣れてくれました。子供たちは元気いっぱい。ママは大変そうです。ママがいないときはミオパパが子供たちの面倒を見てくれています。献身的に子育てしてくれるミオパパ。このミオパパの姿を見てママに異変が起きたのです。それはママがミオパパに甘え始めたのです。子供そっちのけでパパに近づくママ。下の子もパパにご飯をもらおうと追いかけてきます。小さな子供と大きな子供の面倒を見ないといけないミオパパ。とっても大変だけど、大好きなママと子供たちに寄り添ってあげるパパでした。子育てに疲れ始めたミオパパ。それでも子供たちの面倒を見ました。半分眠りながらも子供たちのお世話をしました。大切な家族を守るために。この数日後、大事件が起きたのです。数日が経って子供たちは大きくなりました。一番大きな上の子は下の子たちの面倒を見てくれる優しい子になりました。仲のいい子供たち。翌日、お家を覗いてみると、子供の数が2羽増えていたのです。突然、小さな子が増えて困惑するママ。どこから来たのだろう、誰の子だろう、と、周りを見渡すママ。実は、この子供たちは、隣のうちの子供たちでした。パパとママに大切に育てられた子供たちは、大きくなった時、隣に同じぐらいの子供たちを見つけたのでした。一緒に遊びたいと思った子供たちは、お家を抜け出し、柵をよじ登り、隣の家に行ったのでした。ミオパパも子供が増えて戸惑っていたけど、自分の子供と同じようにお世話をしてくれました。こうして賑やかな家族に旅立ちの時がやってきました。下の子の面倒を見てくれる上の子に巣立ちする時が来たのです。上の子は他の子を怖がらず元気に巣立ちました。そして真ん中の子も一緒に巣立ちしました。これをきっかけに隣の家の子供たちもパパとママの元に戻っていきました。残されたのは一番下の白い羽の子。賑やかだったお家だったのに一人ぼっちになってしまいました。その時寂しがっている下の子に上の子がお家に戻ってきて寄り添ってくれたのでした。上の子に甘える下の子。とても嬉しかったみたいです。もちろん、ミオパパとママも大切に育ててくれました。
こうして下の子は大きくなり、巣立ちしていきました。とは言っても、まだ上手に飛べない子。みんなを怖がって不安を感じていました。その時、上の子が来てくれました。不安がっている下の子を見て寄り添ってくれたのでした。そして、ミオパパも来てくれました。みんなに支えられて大きくなった下の子は、無事に家族の中に入ることができたのでした。子育てが終わったミオと女の子。今でも仲良く過ごしています。子供たちを立派に大きく育ててくれて、私は感動と感謝をしています。本当にありがとう。私以外にもこの夫婦のことを心配していた子がいたみたいです。柵の外から夫婦を覗いている子。名前をクリと言います。クリは女の子のお父さん。夫婦仲良くしているか、子育てはちゃんとしているか、心配だったみたいです。クリお父さん、安心してください。娘はとても立派に子育てしていましたよ。ミオと女の子は素敵な夫婦になったからね。